ピニェラーマッシュです。ということで今回もスクブスやっていくんですけど、今回はこちらですね。蝶々集めで一番効率のいいヒーロー誰ですかということでやっていきたいと思います。はい、ということで、蝶々集めイベントをはかどっているでしょうか。この動画、おそらくね、土日に投稿されてると思うので、ミニペッカの逆襲が来て、もうそっちで集めるよっていうのがね、いいと思います。はい、そちらでいいと思うんですけど、とりあえず、ミニペッカの逆襲がない期間ですね、どのヒーローがコツコツ集めるには効率がいいのということで、ちょっと遊んでいければと思いますが、個人的におすすめなヒーローちょっと3体くらいいるので、そこからちょっとピックアップして遊んでいければと思います。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在クリエイターコードを目指して毎日スクバス動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録の方で応援よろしくお願いいたします。はい、ということで、ヒーローいろいろ遊んでみたわけなんですけど、ちょっとロアキン以外かな。ロアキンでもいいんだけどね、ロアキンもそこそこ集まると思うんだけど、ロアキンまだカンストしてないので、ちょっとカンスト前提でね、話していきたいんですけど、遊んでみて、この5体ですね、モーティスからスパイクまでのこの5体遊んでみて、ちょっと効率が良かったヒーローっていうのは3体います。はい、スパイク、アーチャークイーン、モーティス。ここの3体ですね。この中で、どのヒーローが一番効率がいいかっていうのをちょっとね、遊んでいければと思いますが、ちょっといろいろ使ってみて、それぞれいいとこ悪いとこみたいなのあるので、その辺もちょっと話しながらやっていきましょう。一応全部エメハンで統一して遊んでいきましょうか。まずはスパイクからということで、メガファイバーとブレイジングレイト入れてみました。遊んでいきましょう。はい、ということで、エントリーナンバー1スパイクということで、ちょっと平均どれくらい稼げるかっていうのもね、ちょっと字幕に出しながらだと思うんですけど、スパイク一番安定はするかな。安定はするっていうのがあって、エメハンなんで、プレイヤーがマジで多い時とマジで少ない時であるんですよ。そういった時に、ある程度やっぱ戦えるヒーローっていうので、スパイクがね、非常に強いっていうところで、それで安定するっていうのも一つあります。で、あとは、時間経過でさ、その真ん中になんか1分切る時とか2分切る時とか、そういう時に、真ん中から蝶々集めゴブリンが出てくるので、そこも、しっかりと取っていきやすい。サボテンボムでまとめて倒しやすいっていうのも、評価ポイントっていうところで、どうだろう、スパイク。少ない時、プレイヤーが多くて争ったりしてとかの時は40匹とかで止まっちゃうんだけど、こういうね、真ん中ね。はい、なんか数匹、3体4体出てくると思うんで、この辺もちょっとちゃんと集めながら、できるのが、スパイクのいいところなんだけど、蝶々の集めの平均としては、個人的にはどうだろうな、50匹前後になるのかな。よくて70匹とかかな。プレイヤーが少ない時とかは、普通に、ね、60匹とか70匹手が届く範囲いきそうなんだけど、意外と、スパイクいかない。そもそもやっぱ足が遅いので、マックスレオンで今補ってあげてるんですけど、とはいえちょっと足の遅さが目立つ時もあるし、あとね、通常攻撃これ。通常攻撃がね、そんな高くないというか、意外とこの超序盤に関しては、このサボテンボム、1体のためにさ、このゴブリン1体のためにサボテンボムを使うのちょっと渋いじゃん。わかるよね、これ渋いじゃん。いうところで、このね、ゴブリン1体倒すのがね、意外と時間かかる。エメハンだからさ、今回みたいにこのグレッグメイビスとかさ、マジで火力ないじゃん。グレッグメイビスとかマジ火力ないから、そういう時にちょっとね、手こずったり、するかなっていうのはありますね。ここはなんかね、シェリーとかいてさ、コルトとか、あとウィザードとか早めに引けたりすると結構効率変わってきたりすると思うので、その辺のムラもありつつっていうところなんだけど、そういったところで、スパイクっていうのはだいたい、少なくても40匹。で、多くても70匹くらいかなっていう範囲だと思います。ちゃんとゴブリンを集めるね、ゴブリンだけ追いかけてれば、それなりに、集まるんだけど、順位もね、やっぱ気にして、1位もちゃんと取っていきたいっていう人に関しては、やっぱスパイク使っておくのが、無難かなと思いますが、これちょっとアーチャーのエメラルド取って、さ、こんな感じで、ちょっと2位でさ、で、数エメ差でさ、1位届きそうじゃんっていうところを考えたりすると、スパイクってね、1位も取れるんで、遊んでても勝って、勝つのがやっぱり一番楽しいですからね。勝ちたいっていうところもやったりすると、スパイクがいいのかなと思います。さあ、この真ん中もしっかりと取っていけるのがスパイクの強みで、今回はマジプレイヤーが2人とかしかいないんで、こういう時はね、しっかりと集めれると思いますが、さあ、これアチャクイだからさ、怖いんだよね、これ。痛い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 。反撃を食らってる、反撃を食らってる、反撃を食らってる。痛い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 。こういうね、プレイヤー対決とかをしたりすると、良くないというかね、ゴブリンを集めれてないっていうのがありますから、はい、この辺はしっかりと、1位だからさ、1位、エメラルド取ってんじゃん。1位だから逃げましょうか。危ない危ない。っていう、無駄な時間も過ごしたりっていうところが、スパイクあるあるだよね。あとね、敵にスパイクがいるかどうかもでかいね。敵今回アーチャクイだからさ、あんまり足止めっていう邪魔食らわないけど、そういったところで、はいはいはい、60匹は超えてるね。60匹超えてるけど、
最後ちょっと、欲しいな。欲しいけど、着に邪魔されそうだな。大丈夫？いやー、ラスト。いや、それ、ボット取ったら君1位になるじゃん。いやー、ボット取ったら1位になるから、ちゃんと、守り切りたい。オッケー。はい、守り切りました。はい、っていうところで、もちろんね、プレイヤーが少ないっていうのはあるんだけど、今回の結果は67匹ってところで、やっぱスパイクってこれくらいに落ち着くよね。足が遅いっていうのがあるので、もちろんね、クローンニワトリとか入れたりとか、もっと、蝶々集め集中したりすると、70匹はね、余裕で超えると思うんだけど、はい、この辺が、スパイクの平均的な数になると思います。5、60匹が大体だと思います。2試合目は、エメオバロード、エントリーナンバー2、アーチャークイーンでございます。で、せっかくなので、ちょっとね、パワーと初期サブキャラは一生統一してね、遊んでいきたいと思います。さっきのスパイクっていうのが67匹だったので、今回のアーチャークイはどれくらい集まるかっていうところなんだけど、アーチャークイはね、結構集まるよ。アーチャークイ結構集まって、スパイクよりなんかね、10匹くらい平均多くなるイメージ。だから70匹届くよね。だいたい、50から70匹くらいはね、アーチャークイ行くイメージがあります。というのも、スパイクより若干やっぱ足が速いんだよね。若干足が速いっていうのと、あと、アチャクイ自身がやっぱね、火力ちゃんとあるので、ゴブリンをちゃんと逃さずね、こう、ちゃんと、倒してくれるっていうのが非常に強いですね。で、ここちょっと、スパイク。これですね、スパイク。スパイクに対しても結構いい。だから、X スナイプ当て慣れてる人とかはね、これ使ってあげると、スパイク対策もしながら、しっかりとゴブリンも倒せる、集めれるっていうのが非常に強いと思います。ボットとかもね、こんな感じで、倒していけるんで、痛い。倒せれてないですね。倒せれてないですよ、それは。X スナイプ、OK。こんな感じでちょっと効率もいいよね。やっぱこう、ボット倒して、試合の勝ちもちゃんと見つつ、使い慣れてる人はね、アチャクイの方がスパイクより集まると思います。ゴブリン集めに非常にいいし、編成強化もしやすい。そして、プレイヤー対戦もね、見ていけるっていうのがあるので、強いと思います。欠点というか、一つあるとしたらこの2分切るじゃん。この真ん中に出てくるゴブリンね。ここの時にスパイクにね、やっぱ幅利かされるっていうのがあるので、ここだけかな。こう5入れてるんで、この真ん中のゴブリン取ること自体はそんなにね、逃さないっていうのはあるんだけど、スパイクが真ん中来た時だよね。真ん中来た時に、ちょっと幅利かされてね、奪われるんで、そこだけが渋いかなっていうところですね。だから慣れてる人はアチャクイの方がうまくね、スパイク避けながら集めていけるっていうのがいいと思うので、着も使ってみてください。こんな感じかな。いや、危ない、痛い。アチャクイを、舐めるな。オッケー。はい、こういう感じでね。スパイクもしっかりと倒していけるっていう。これ強いよね、普通に。もちろんスパイクに捕まって事故る時もあるんだけど、X スナイプパンつっとけば、どうにかなっちゃうんでね。あとは早回ししますか。ちょっとあと1分短縮して、早送りかなんかで、どれくらい蝶々が集まるかっていうところでね、しっかりと蝶々集め頑張っていきたいと思います。はい、フィニッシュということで、どうですか？はい、アーチャークイーンの結果は、86匹。そこそこ集まったね。真白的には、スパイクよりもアチャクイの方が、平均なんか10匹くらい多く集めやすいイメージがありますね。最後、エントリーナンバー3、モーティスということで、はい、やっていければと思います。で、モーティスがですね、一番集まるかな。で、スパイクがだいたい40から、60、70くらいの平均。で、アーチャクイが50が低くてもあって、60くらいかな、低くても、6、70はね、アーチャクイ集めれるっていうところ、っていうのが、真っ白の、だいたい使ってみての平均なんですけど、モーティスはですね、70から100くらいはね、いきますね。それくらいは行くんで、ちょっとそこを目安にしていただければと思います。もちろん人によってね、集めやすいヒーローちゃうと思いますけど、参考にしていただければと思いますが、ちょっと今回はプレイヤーがいるね、怖いですね。で、モーティスのいいところっていうのは、足が速いですね。移動速度が速いので、走り回れる。そしてモンスターチャージが非常に使いやすいっていうところですね。で、このコウモリ自身も、蝶々を取ってくれるこの当たり判定があるので、若干集める範囲が広くて、みたいな感じであると思います。そこがやっぱ強いところかな。ただやっぱデメリットがですね、一番明確なデメリットがやっぱね、プレイヤーに対して弱いんで、特にスパイクかな。もちろんね、モーティス使い慣れてる人は別にスパイクとか関係なく勝てるよっていう人もいると思うんだけど、基本的にはやっぱ、スパイクとか使ったりね、アッチクイとか使う方が普通にプレイヤーキルしやすいと思うので、そう、だから、その辺の差かなと思います。集めやすい代わりにデメリットとしては、プレイヤーに潰される、事故る可能性もあるよっていうところだけね、押さえていただければと思います。
で、モーティス使う場合は、鶏を初期サブクエに入れるのはありですね。この、マックスをさっきまで入れてたんだけど、ちょっと鶏に変えましたっていうのは、モーティスっていうのは1個あたりのターボの消費が激しいんでね。消費が激しいんで、鶏で補ってあげるっていうのが、まあいいのかなと思います。さあ、真ん中取ってあげて、まあこういう時にスパイクで事故りやすいのがモーティスなんでね、アチャクイだったら、カウンターしてやるっていうのとかもできるんだけど、モーティスだとね、まあ、ちょっと戦いにくいんでね、スパイクに対してちょっと難しいところあるんで、まあその辺で、いやー、こういうのね、こういうの来ちゃったらもうね、お手上げ、基本戦いたくないのに、こうされてしまうとね、ちょっと困っちゃうんで、まあ、ああいうのだけ事故らないように気をつけていただければと思いますが、普通にね、まあ集めやすいんだな、モーティスが。なんだろうね、これ。やっぱ足の速さが関係してんのかな。ソニックだとやっぱそんな集まんないんでね、ソニック火力ないからか、序盤の方結構逃しちゃう気がするんだよな。そこが差が出てるのかちょっとわかんないけど、モーティスはね、100匹行きたいけど、ラバワールドとかだとね、100匹行く。なんかね、ラバワールドだとね、めっちゃ出てこない。気のせいラバワールドめっちゃ出てくるの気のせいなのかちょっとわかんないけどさ。なんかね、出てきやすい時あるんだよね。そういう時はね、100匹とか言ったりするんだけど、今回プレイヤーがでも結構いるもんね、6人、7人。その辺も結構関係してるのかな。さあ、この辺もちょっと奪って逃げて、人がいなさそうな方のところに行ってあげると、まあ、ゴブリンもいるよねっていうところで、人がいなさそうなところに狙っていきましょう。で、まあ、あと、モーティスのところはもう順位気にしないでね。順位気にしたら取れないんで、はい、やっていければと思いますが、ちょっと集まってないな、モーティスにしては。モーティスにしては全然集まってない方だぞ、これは。よくないですね。今回は全然集まんなかったな。6人くらいプレイヤーが、やっぱプレイヤーが最後、この終盤にね、6人、7人いるとね、マジでね、取り合いになっちゃうんで、これでも、89匹か。まあ、それでも89匹。なんか、アチャクイと差なくねみたいな感じだけど。はい、という感じで、今回はちょっとね、いろんなヒーロー、アチャクイとスパイクとモーティスが、集めやすかったなっていうのがあるので、それぞれ試してみましたが、いかがだったでしょうか。個人的には基本モーティスかな。で、ちょっとなんかプレイヤー多いなって感じた時は、アチャクイに変えてあげて集めてあげるっていうのが非常にいいと思います。もちろんなんかブレイジングレータでね、わざと固定したっていうのがあるんだけど、足の速さ変えてあげるクローンニワトリとかね、ちょっと皆さんの中で集めやすいパワーとかもね、あると思うんですけど、ちょっと今回ある程度固定していきました。モーティスの場合は鶏がおすすめなので、ラインナップ見てね、鶏いねえや、じゃあ鶏にしようとか、ここに鶏がいるんだったら、じゃあマックスでいいやとか、なんかそういったところちょっと変えてあげればもうちょっと効率は上がると思いますが、大体の平均は、そんな感じで、スパイク、次にアチャクイ、その次にモーティスが集めやすいかなと思います。ただミニペッカの逆襲っていうね、集めやすいモードが来ると思うので、これは平日というか、ミニペッカの逆襲がない時にコツコツ集めるんだったら、エメハンでモーティスアチャクイ、この辺が個人的にはおすすめなのかなと思います。はい、ということで良ければ高評価、チャンネル登録お待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。宝石みたいに光ってる流れ星